ハイベスティーハナだよ。今から中国の成都というところに行きます。今回は成田空港から上海から成都に行くっていうルートなんだけど、行きの飛行機を直前に取ったの。もう取る時期が直前すぎてどれも高いから時間だけ見て決めたの。そしたら行きだけビジネスクラスで、人生初のビジネスクラスを突然体験することになりました。ラウンジがあって行ってみたんだけど、中東系の料理がたくさんあって、フムスとか食べたことない料理もたくさんあって、飛行機でご飯が出るっていうのは分かってたけど大量に食べました。もうすごい美味しかった。いつも格安航空とかを乗っているので、席が新幹線並みに大きくてソファーみたいになってて、一人分のスペースが広いことにすごく感動しました。毎回こんなふかふかのソファーに乗って空を旅したいなと思った。上海の空港に着きました。上海の空港着いた瞬間にモバイルバッテリーのね規制みたいなのがかかっちゃって、バッテリーが取られるっていう本当に悲劇が起こりまして、私は今バッテリーがすごい少ない状態で今ここの空港さまよってるのね。しかもなんか全然人がいないの。もうやめて。もう毎回私さ、中国何回目って感じだし、毎回トラブルが絶対に起こるのね。私が乗る予定の飛行機のゲートが変わってて、それも私見てなかったらさ、なんかよくわかんないところで待ってて待ちぼうけみたいなで、そのまま一晩この空港で過ごすみたいなことも絶対になるじゃん。もうちょっと落ち着きます。本当に落ち着きたい。充電しに行きます。とりあえず飛行機の最前に乗るのが初めてです。席の番号が1の A。为了您和本次航班全体旅客的安全，我和我的组员及全体机组成员。旅行先で Wi-Fi が使えないことが多いから、こういう大きい本、分厚い本を持っていくのはすごく助けになった。今回の旅でこの本に何回助けられたかって感じだし、ちゃんと読破したから本を持っていくのはおすすめ。Interfering with cabin crews。昨日もめちゃくちゃバタバタしてて、もう飛行機もちょっと遅れてるし、上海から成都まで3時間ぐらいあったんだけど、その後荷物も全然来なくて、でも夜の深夜1時とかでもうやばいなんか電話つながらないし、やばいみたいな感じで空港の中で30分ぐらい待って、やっとドライバーさんと出会いまして、でドライバーさんもなんか出口と別の場所で待ってたらしくて、なんかいろいろコミュニケーションがねぐちゃぐちゃってなったんだけど、でやっと着きました。で昨日着いて寝て今って感じ。いろいろ必要なものがなくて、タオルとかハンガーとか足りてないし、なんかもうちょっとここのお部屋を快適にしたいから、そういうの買いに行きたいし、一応メイクしたんだけど、でもやっぱちょっと顔隠したい今日は。あんまりなんかコンディションが良くないから顔隠す。しかもニキビもできてさ、ニキビの薬を日本に置いてきちゃったから、この2週間で私の顔がどうなるかわからないんだけど、まあそんな感じで。でもこのお部屋がさ、すごいなんか海外の子供の部屋みたいな、そういうコンセプトっぽい、こういう感じですさっきご飯を食べてきて、ご飯は朝昼晩平日は全部作るのめっちゃすごいなって感じなんだけど、それでチャイニーズフードを食べまして、美味しかった。ここの学校の生徒の人たちがいて、フランス人とアメリカ人と
スウェーデン人だっけなとか、あとスペインの男の子とか、あと日本人の何個もいて、結構割と人いて、でそこで話して、私今日は中国語のレッスンを受けないんだけど、全員で英語で話してるのね。だからもう中国にいるんだけどアジア系の人はいないし、英語で喋ってるから、これ何の留学だっていう感じになってるんだけど、このシェルフは本当はねあっちだったんだけど、私が勝手に移動させました。ですごいいい感じに、ね、なってて、でここに床みたいな感じなんだけど、この前の中国のホテルは暖房が効かなくて、で調べてみたら中国で暖房が効かないところが多いらしいの。ここの地域は、東京と同じぐらいの気温だけど、別に寒いから、でこの暖房をねもうマックスの状態にしていて、なんか昨日本当に絶望的な感じで、大丈夫かなこの旅って思ったんだけど、もうすでに取り戻してます。はい、タクシーで20分ぐらい車を走らせないと中心街には行けないんですけど、いいです。それぐらいかな。今のところまだ全然何にも分かってないんだけど、とにかく今日は外に出て必要なものを買って中国のご飯を食べてっていうことをやります。あと服が全然ないから服を買わないといけない。この味は絶対に日本では飲めないって感じ。こういう味はないね日本には。見て、3本線なの。3本のストローなので、この前の中国 Vlog を出した時にこのストローでなんでだろうっていう話をしたら、香りを楽しめるみたいなコメントがあって、なんか結構そういう感じらしい。日本にないよね。ここで事件が発生したの。なんか私すごい渋い顔してるんだけど、パソコンで編集ができると思って Wi-Fi をつなごうとしたらつながらなくて VPN の問題が発生して、パソコンが2週間使えないということが今ここで分かったの。中国に行くときはネット環境をマジで整えてから行った方がいいです、本当に。街に出てきました。全然寒くなくて、今もうお腹出したのね私。さっきの私の学校の場所がもう都心から離れまくって、どこですかみたいな感じだったんだけど、ここは多分都心で、今からちょっと服がないので服買ったりとかいろいろ、こっちだ、服買ったりとかいろいろしようかなと思ってきたんですけど、もうすでにパンダがいるの。そうか。このお店は中国行ったらよく行くの。とにかく商品の量が多すぎてびっくりする。店内もすごい大きい。キャップの種類やばくない？按斤定，按斤称量不设一个紧张轻柔系统。やばい、めっちゃ違う日本と。なんかフルーツがすごいたくさんあるんだけど、見て、もうチカ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 しすぎてる。これ火鍋ね。疲れた。今日めっちゃ疲れたかも。結構お祭りずっともう24時間お祭り状態みたいな、そんな感じなのかな。結構夜はすごい人がいるような場所だった。で、夜ご飯を食べてないんですね。でここは夜ご飯が出るんだけど、夜ご飯の時間に間に合わなくてタクシーがすっごい混んでて、しかもタクシー呼んだら普通さ5分とか8分とかで来るじゃん、せめて。16分って出てきてみたいな。でキャンセルしようと思ったらなんかもうできなくて、タクシーがすっごい遅かったから、もうはいわかりましたみたいな感じですごい遅くなって、いろいろと遅くなって、結局夜ご飯が食べれてない状況なのね。で一応パン屋でパンを買ったんだけど、これね絶対美味しいんだけど、夜ご飯とは言えない。ちょっとこれをね試してみたくて、こちらのパン屋さんです。日本と比べたら全然安いみたいなことがすごい多いんだけど、タクシーとかも10キロなのに何円だっけな、1000円もしてないよとか、そんな感じ。700円800円ぐらいで10キロだよ。めっちゃ長い。30分ぐらい乗ってたけどすごい安いから。でもこのラッシュの時間には乗らない方がいいね。ちょっともうあんまりお腹空いてないけど、これだけ食べさせてください。これをレビューしたかった。みんなびっくりすると思う、これ見たら。いくよ。っていうね。ベーグルの中にクリームチーズがあって、でお花がここにあるっていう。これ食べれるんですかまずみたいな。お花ちょっと一回花だけ食べてみるね。いただきます。
新しい味がする。食べたことがない味がする。日本であんまお花食べないよね。明日は朝から授業があるらしいから、初めての授業で中国語マジで喋れないよね。大家好，我是 Hana， 感謝一直来的支持。我是日本人。That's it。でも私一回勉強したことがあるの。オーディション番組に信じられないぐらいハマっていた時期があって、多分コロナ禍ぐらいなんだけど、それの時に一回中国語を勉強してみたんだけど、基礎を身につけたいなと思いまして、今回頑張りたいと思います。あと目標はパンダを見ること。じゃあおやすみ。明日ね。バイバイ。おはようございます。今朝の8時ぐらいなんだけど、これ昨日買ったのめっちゃ美味しい。なんかココナッツミルクティーとかココナッツミルクジュースとかそういうのに今ハマってて、これやばいです。ココナッツのかけらが入ってて、でオートミルクでめちゃくちゃ美味しい。午前中は電車に乗って生徒の中心街にやってきたよ。ここにあるビルでパンダがよじ登ってるすごい巨大なパンダがあるんだけど、これがすごく有名な場所なんだって。Here to have a look. さっきの IFS から歩いてすぐのところにあるお寺にも行ってきたの。生徒の中心の本当にど真ん中にあるのに、中に入ると時間がゆっくり流れてる感じですごく落ち着く場所だった。見てこのお坊さんですか。なんか可愛いキャラクターがあってよかった。春马上有礼，海澜之家活動来襲，全場商品满600元送100元，满。またパンダを見つけました。この街では歩いたら5秒に1回ぐらいパンダを見つけることができます。ビルがたくさんあって、古いビルもあれば普通にめっちゃ綺麗なビルもあったりして、なんかカオス。ずっと音が鳴ってる。新しい場所に着きました。でもここがどこか本当にわからない。さっき授業終わってなんか先生に手伝ってもらって、ネイルをねやりたくてネイルを予約したんですね。で予約のアプリがあるんだけど、そのアプリを使って予約して、で値段もすっごい安くて、2000円もいかないかな、そのぐらいで予約できたの。今もうネイルが本当壊れてて、ここが壊れてるから今すぐネイルを直したいということでネイルをしに来ました。ここからどうやって行くのか、どこにこの店があるのか本当に分からなくて、でこういう感じなの。なんか総合のビルみたいな。だからどうなる、私のネイルはどこで買えるのかわからないんだけど、ちょっと探してみる。15分ぐらいビルの中を歩き回ってようやく見つけました。店員さんがもうご飯外で食べてて、すいませんみたいな感じで QR コードを見せてやっと始まったっていう感じで、すごく自由なのね。お互いが気にしてない感じがすごい楽だった。ネイル終わりました。見て、ベトナムでやったネイルと似てるよね。私こういう色が好きなんだよね。イテンティアマジたくさんご飯屋さんがある。毎回違う色をチャレンジしたいって思うんだけど、結局同じ色を選んでしまうんですよね。ショッピングをしにやってきたんだけど、ここすごく良かった。日本語で調べても全然情報が出てこなくて、日本人誰も行ってないのって困惑したんだけど、ファッション好きな子とかトレンドの敏感な若者は特に好きだと思う。ここは1950年代の国営の工場をリノベーションして作られた場所で、機関車とかレンガの建物とかが残ってて、工場の雰囲気がそのまま残ってるのがすごく素敵だった。結構若者向けの商業エリアという感じで、トレンドのお洋服もたくさんあったし、ご飯屋さんも結構あった。日本食もあったよ。何でも乾杯しよう、2回言ってる。いろいろ必需品が足りないからちょっとここに入ります。でも日本にあったよね、1回。マスキングテープとか今なくて欲しいんだけど、あるかな。なんか普通にこういうの欲しい。パンダって感じ。
ここ歩いてて適当に見つけたところなんだけど、すごい良かった。レモンソーダって言ってた。中国は全ての支払いがアリペイで、スマホで全てができるの。タクシーも頼めるし、ご飯も頼めるし、テイクアウトもできるし、タオバオとかで商品頼むこともできて、それはすっごい最高。生徒に着いてからバタバタしててちゃんとしたご飯を食べれてなかったんだけど、初めてのしっかりした食事がブリトーっていう、全然中国料理でもなんでもないんだけど、ここのお店はすごくリラックスできる、一人でも行きやすいお店だった。さっきこのミニソっていうところで、多分なんかダイソーとか無印とかそういう系の店も出てます。そこで必要なものを大量に買いました。ハンガーとかサシェ、なんか吹き抜けみたいなビル。近くのカフェにも寄ってきたよ。ここは本屋さんとカフェが一緒になってるお店で2階建てなんだけど、生徒で行ったカフェの中でダントツで一番好きだった。多分2回ぐらい行った。これどうなってんの？木？パンダがいたところにいます。かわいい。かぼちゃこれ。もし私がここの近くに住んでたら毎日通ってるだろうなって思うぐらいすごく雰囲気のいい場所だった。あとね、天井が高かった。私天井高い場所がすごい好きだから、もうここで毎日作業してたい、そんな風に思いましたこれ見て、こんなに大きいと思わなくて、ラーメンみたいな感じになってるけど、これはティラミスで上にフルーツが乗ってる。で、見て、ここになんか雑貨とかいっぱいあって、ここの方にカフェがあって、で、ここにもずらーっと本があって。いただきます。まずコーヒー。深さどんぐらいなんだろう。お、結構深い。美味しい。なんかね、中国の文化だと他のお店の食べ物とかも全然カフェに持ってったりしていいらしくて、いろんなご飯とかカフェとか違うところのやつ食べてる人いてびっくりした。なんかティラミスなんだけど、すごいケーキっぽくてお腹にたまる。浅い波に多いのね、これ。食べきれるか不安なんだけど。こんにちは。またよくわからない場所に降ろされました。ここはさっきの場所とは違って結構雰囲気ある感じ。上海の感じと似てます。ここはなんか調べてみたらちょっと代官山的な落ち着いた感じのお店がたくさんあるということで、私は今古着屋さんを見たくて、古着屋さんがこの辺りに2つあるらしいからそれを見に来たんだけど、すでにさこんなに荷物がある状態で古着屋さんに行くから、もし大量に買うことになったら私の手が足りないって感じ。今さこれ見たんだけどさ、難しいとこわかんない。どうやって行くんだろう。なんかちょっと若者っぽい感じはある。こういう、でも待って、若者いないかもしれない。スーパー行きたい。見て、もうローカル感がある。ちょっと待って、また反対だ。こっち。こんなところにおしゃれな古着屋さんがあると思えないんだけど、ちょっと住宅街っていうか、住宅街すぎて不安だったんだけど、可愛いお店ありました。店員さんの2人が私のことを知ってて、はなちゃんですかって声をねかけていただいたのですごく嬉しかったです。ここでコート買った。めっちゃ可愛いコート。このコート旅行中にめっちゃ着た。
成都は四川省にあるんだけど、四川省といえばやっぱり火鍋ということで、中国で一番有名な火鍋のハイディラオに行ってきたよ。このお店は新宿とか日本にもあるけど、日本で火鍋食べるとめちゃくちゃ高いじゃん。でもここは火鍋発祥の地元だから、日本でいう牛丼ぐらいの感覚で火鍋のお店が本当にたくさんある。かなりカジュアルにみんな行ってる。ここは商業施設の2フロアが丸ごとレストランで、とにかく席の量と人数がすごかった。店員さんもお客さんもめちゃくちゃ多くて、もう規模が日本と桁違いでした。イカリングとエビせんとらっきょう。ちなみに火鍋はテーブルの真ん中に大きな鍋があって、そこにスープを入れて火にかけておくスタイルの料理。お肉とか野菜、キノコ、麺とか、もうとにかくいろんなものを自分で入れてしゃぶしゃぶみたいに煮て食べるの。中国ではすごく定番の料理で、みんなで鍋を囲んで食べるっていう感じ。でも一人で来てる人もいた。唐辛子がたくさん入った赤いスープが特徴なんですけど、私たちは辛いものがあまり食べれないので、ちょっと控えめにしてみた。私が中国に行ったら必ず食べるのが羊のお肉。昔はちょっと苦手だったんだけど、初めて中国で食べた時すっごい美味しくてびっくりしたの。臭みがほとんどなくて、火鍋に入れるとすごいちょうどよくて美味しいの。マジで美味しい。でもさ、なんかモンゴルとニュージーランドを比べたかったけど、比べることができない。やっぱり火鍋といえば麺のパフォーマンスということで頼んでみたんだけど、周りに頼んでる人一切いなくて、店員さんもなんかちょっと照れながら、なんかお互い照れながらっていう状況ですごい不思議でした。先ほど帰宅しました。これ日本にもあるよね。ここの火鍋屋さん一番有名なところだと思うんだけど、ここ食べてもめっちゃ美味しくていっぱい食べちゃって、今回の旅の中で今一番お腹がいっぱいな状態です。このヴィンテージショップに行ったんだけど、ジャケットを買ってしまいました。これね、みんなに見せたい。これめっちゃ可愛いの。こうじゃん。で、ちょっとナポレオンジャケットではないんだけど、ちょっとその雰囲気がある感じ。首元がこうなってるやつがすごい好きで、めちゃめちゃショートだけどね、見て、こんな感じ。パーフェクトすぎ。で、これのもっといいとこがフードがあんの。こうやってで、こんな感じ。かわいすぎ。ちょっとレインコートみたいになってるけど、日本円で2600円ぐらい。もうなんかこんな服ばっかり買って、私最近ほんと気づいたんだけど、もう同じ色の同じ服ばっかり買ってしまってて、もう自分のね好みがすごい顕著に現れてるなって感じなんだけど、これ色が可愛いし、体にピタッとくっつく感じで重ね着ができるのと、なんかここのね、このディテールがすごい可愛い。ちょっとニットっぽい感じ。これが可愛くて買っちゃった。これは前髪ヘアカーラーですね。これはね、私の前髪のここの部分を立たせたくて、ちょっと待って、これでこうしたら前髪がいい感じになるんじゃないかっていう。なんかこれ見た目やばすぎるけど、サシェは私のクローゼットの中にかけておきたいなと思ってちょっと買ってみた。中国語私わかんないけど、多分5つ星ホテルの香りみたいなことが書いてある気がするの。鏡はやっぱり必要だよね。こうやって、お、壊れたかと思った。待って、照明を買おうと思ったのに忘れてたわ。これから旅行に行かれる方はホテルの鏡がちょうどいい場所にあるとは限らないので、自立する鏡を絶対持ってってほしい。ハンガーは絶対に必要だよね。これはもうかけておきます。ここに置いておく。これはうがいする時とかに必要かなと思って買った。こちらスリッパですね。櫛、私の家で使ってる櫛がすごい大きいから持ってこなかったんだけど、結局やっぱ大きい櫛は絶対に必要だから持ってった方がいい。これはもう必要なので買いました。もうなんかすごいちゃんとしてるよね、木だし。ネイルオイルもね、地味に必要。ちょっと今やりたい。
キティちゃんとコラボしてたの。なんかさ、中国のお洋服のブランドとか結構ハローキティとコラボしてて、もうハローキティはいろんなところとコラボするので有名だけど、もうどんだけコラボするのみたいな。可愛すぎて買ってしまいました、ママと。これはお薬ケースなんだけど、特に今入れるもの決まってないんですけど、何かしらは入れるよねって思ってちょっと買っちゃった。これはアイマスクだと思う。多分寝る時用のアイマスク。初めて見た。これ何？お菓子かな？多分お菓子。なんかこれを2個ずつもらって、なんかこういうのもらった。って書いてある。これ何？なんかいい匂い。何の匂いだこれ。火鍋ってさ、あんなに食べたのに1人3000円ぐらいで、もうなんかいろいろついてきてて、もう規模が本当に日本と全然違くて、めちゃくちゃ広いの。あと無印良品に行ってお味噌汁、あとマスキングテープ。私今レシートをね、またちゃんとやろうと思ってやり始めてるんだけど、レシートを貼る用のマスキングテープと、あとこのノートで、これね、友達に聞いたら廃盤なんだって、日本で。だからこれ見つけた瞬間に買いました。廃盤なら買いますということで、こんな感じで。これ見て、この2つが多分中国限定なんじゃないかなと思って買ってみたんだけど、このお菓子は見たことあるけど、このスパイシーっていうの見たことない気がする。これ絶対美味しいよね。ちょっと今本当にお腹いっぱいすぎて何にも食べれないからちょっと食べないけど、今度食べてみる。でこれもちょっと甘いっていうのがなんか中国の味って感じがする、こんなに買いながらもすごい歩いたの。だからもう本当に今肩がバキバキで早く寝たい、そんな気持ちです。でも今からシャワーを浴びて顔を洗ってって、あと1時間ぐらいかかるんだけど、今何時だろう、多分1時ぐらいなのね。だから私今日寝るのは2時ぐらいになると思います。生徒はパンダが一番有名で、もう歩いてたら3秒に1回ぐらいパンダのなんか人形とかが売ってたりするぐらいパンダが人気なんですけれども、パンダを見に来ます。明日チケットを買って、なんか朝が一番いいらしい。明日の Vlog もすごいいい感じになる気がするから楽しみ。じゃあね、おやすみ、ありがとう、また明日、バイ。デート Vlog まだまだ続きます。次回はパンダを見に行ったり、一人でカフェに行ったり、お友達と遊んだり、火鍋に初めて一人で行ったり、いろんなことをしました。まだまだ見てね。じゃあご飯食べてしっかり寝てね。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。